北朝鮮はキム・ヨジョンが予告した通り、南北共同連絡事務所を爆破しました。韓国社会が動揺する中、韓国と米国との連携が注目されます。米国トランプ大統領は爆破の7時間後にツイッターに投稿。しかし注目の内容は経済指標が専門家予想を大幅に上回ったと経済自慢。南北関係への無関心さがあらわとなり韓国社会を失望させました。米国国務省の報道官は、米国は南北関係に対する韓国の努力を全面的に支持し、北朝鮮に悪影響を生み出す追加の行為を慎むことを促す、としています。北朝鮮人民軍総参謀部は、南北合意に基づいて非武装化された地帯に軍隊が再び進出して前線を強化し、対南軍事境界線をさらに強化する、としています。これは観光事業が行われていたクムガン山一帯と、ケソン工業団地を意味しているとされています。韓国大統領府はすぐに国家安全保障会議 NSC を開き、対応策を議論したと伝えられています。しかしこの会議にムン・ジェイン大統領は出席していないと報じられています。この日は事前に予定されたスケジュールをこなしたようです。これは全体会議ではなく常任委員会会議だったためとされていて、全体会議は米朝交渉が決裂して以降行われていないとも報じられています。一方でトランプ大統領は中ドイツ米軍削減の計画を発表し、他の国でも適用すると発言しています。韓国政府は米軍削減の可能性は低いとしていますが、防衛分担金交渉は暗礁に乗り上げたままで、米国がこの状況で削減を交渉のカードとして使う可能性も考えられます。トランプ大統領にとって駐留費用の削減は選挙への大きなアピールであることから、韓国への圧力はさらに強まるとされています。米国は戦時作戦統制権の返還を理由に、在韓米軍の地上部隊を大幅に削減し、空軍と海軍を中心に再編されると韓国軍関係者は話しています。編集所官。北朝鮮はついに行動に出ましたね。これで世界の注目を浴びて満足していることでしょうが、所詮辺境の事件として扱われているのが現実です。とはいえ米国もポンペイオ長官が中国の高官と会談したなど伝えられていますし、各国メディアも様々な形で報じています。米国トランプ大統領はそんなことよりも経済指標の方が大事なようで、韓国だけでなく北朝鮮をも失望させたことでしょう。トランプ大統領にとっては衝撃度が全く違うようですね。今やトランプ大統領の興味は中ドイツ米軍の削減による駐留費削減に移っていて、そういった意味では韓国は大金を払うか削減するかを迫られることとなるでしょう。要するに米朝関係がどのみちそれほど進展しないことは明白なので、より有権者に訴えられる費用削減の方に興味があるのです。米朝関係は核合意が決裂に終わってはいるものの、北朝鮮が米国に向けてミサイルを撃ち込むという機運が高まったというわけではありません。すなわち米朝関係は危険な状況に陥っていないということです。今は所詮南北朝鮮のいざこざレベルで、在韓米軍が警戒水位を高める程度にとどまっているというわけです。ある意味今回の緊張の高まりは在韓米軍の必要性を韓国社会が実感することにもなるわけで、米国が提示する金額。これは 50% 増とされていますが、それに妥当性があるだろうとでもトランプ大統領は言いたいことでしょう。韓国が提示したとされている 13% 増であれば、それ相応の兵力になるとも言えるわけです。韓国政府はこの防衛分担金交渉の落としどころをどこに設定するかですね。ご存知の通り韓国政府は兵力削減は絶対にありえないと考えています。いつまで経っても自主防衛比率を上げる気がないんですね。戦時統制作戦権返還の話が出ていましたが、このご時世で韓国側は即刻返還せよとは言わないでしょう。度胸がないから。仮に米国司令部から韓国に移ったとしても、米韓合同参謀本部は国連参謀本部の統制下にあるということになっているそうで、結局何も変わらないという見方もあるようです。いくらなんでも 50% 増は横暴で、可能な限り 13% 増に近い額が落としどころとなるでしょう。韓国は引き延ばしても米軍が撤収するわけではないからダラダラやっていますけど、このままだと削減カードが出てきて一部撤収も現実化しますよ。米軍の現地部隊は政治に振り回されず、現地でできる限りの最善を尽くすでしょうから現状の対応は問題ないと思います。在韓米軍の削減は北朝鮮にとっては良いニュースでしかありません。私は費用面と南北関係、米韓関係、中韓関係などを鑑みても在韓米軍削減はありだと思います。
北朝鮮は喉元の脅威が減れば、今回の一連の作戦も効果を上げたと感じるでしょう。韓国側が脅しに応じたと。ただ北朝鮮の本丸は経済制裁解除ではないかと報じられていますから、こうした軍事行動は逆効果であることは明らかです。韓国は卑屈にも最大限努力すると大慌てしていますから、韓国に対しては効果があったことは間違いないですけど、ちょっとこういう南北特有の駆け引きは理解しがたいですけどね。不謹慎ながら笑ってしまったのは今回の韓国側の反応です。まるで北朝鮮の報道を見ているかのような言い回し。やはり朝鮮は同じだなと感じました。まあ北朝鮮のようにゴミだとか犬の声だとかは言いませんでしたけど、韓国が南北合意をビラ配布によって破ったからこちらも連絡事務所爆破してビラを撒いてやるですって。小学生の喧嘩かと思いますが、政治はこんなものです。特に南北朝鮮は。これで韓国の株式市場も冷え込むでしょうね。そういえば一昔前ならば朝鮮半島の緊張が高まると日本の株式市場も影響を受けていましたが、日韓関係が悪化したこのご時世ではあまり関係ないようです。日本の政府もメディアも、一応緊張が高まったとは言っていますけど、正直なところは茶番だと思っているのではないでしょうか。キム・ヨジョンがやったとか言っていますが、実際あの人が主体的にやるほど権力はなく、シナリオ通り、命令通りにやっただけです。所詮演劇の演者でしかないです。地位向上のアピールのためのゴミ演出と呼ばせてもらいます。イライラします。何に？あのキム・ヨジョンの気持ち悪い表情にムカムカしますね。本当に嫌いなんですね。念のため言っておきますけど、白雪さん個人の好みの問題です。みんな嫌いですよ。でも一応個人を誹謗中傷しているわけではないですよというメッセージをチャンネルとしては出しておこうと思って。メッセージって YouTube に？そう、YouTube のチェックしている人に。私だけが悪者扱いですか？また暴走列車みたいに言って。暴走したとか言ってないし、個人的な好みの問題で好きじゃないんだなーって言っただけ。じゃあゆるりんはどうなんですか？キム・ヨジョン好きですか？そりゃあもちろん。ねはっきり言え。まあ一言で言うと、嫌い。かな。釈然としないですね。まあでも伝わりました。トイレで思い切り叫んでください。そんなこと叫ばないよ。この調子でいけば北朝鮮は軍を展開しますかね？するんじゃないですか？意味ないと思うけど。でも韓国政府があれだけ怯えて怒っているから意味はありますよね。韓国に対してはある程度の効果があるみたいですね。それでいいんじゃないですか？トランプ大統領は経済指標で喚起していますけどね。それは、米国にとっては爆破しようが展開しようが大した問題ではないんですよ。なぜならば北朝鮮は一定の水位を超えてこないからです。じゃあ実際に攻撃すれば変わりますか？おそらく戦闘レベルにとどまるので大きな変化はないでしょう。そうした攻撃が繰り返し、そして効果的に行われなければ興味を引かないでしょう。効果的って具体的には何ですか？ソウルにミサイルを撃ち込むということですか？それに近い行為ですね。米軍基地を狙うふりをするとか南進を思わせるような動きとか。米国の気を引くにはそこまでしないとダメですか？それか大陸に向けてミサイルを撃つとかね。ハードルが高そうですね。だから無視されているんですよ。どのみち今の段階で米朝交渉しても、北が折れない限り進展はないです。苦しい状況なんですね。だから米国無視の南北協力事業に拍車をかけるしかないと思います。そしてムン・ジェイン政権ならそれをできると思います。できますか？米国に叱られますよ。できますよ。ムン・ジェイン大統領の卑屈な会見を見てください。やる気満々ですから。私は米国に叱られておじけづくと思います。たとえ韓国がどうこして南北鉄道を連結したりして米国が韓国に制裁を科すと言っても中国が手を差し伸べてくれますよ。そこまでできますか？大統領の決断一つです。ムン・ジェイン大統領、今こそ決断してください。しないってば。白雪さんに舐められる大統領って。東京は選挙ですね。地方の人、この話題どうでもいいでしょ。そうですけど、一応全国ニュースにもなっていますし、都知事選はいろいろな人が出馬して話題を集めてますよ。どうせ小池さんでしょ？つまんないよね。小池さん評価しないんですか？頑張ってたじゃないですか。YouTube を？はい。他は？
毎日出てました。だから他は、たくさん保証しました。あれは都がお金持ちだからであって、小池さんの実力とは関係ないです。過大評価しないでください。誰でもできたってことですか？候補者全員もっと保証すると言ってますよ。誰でもできますよ。じゃあ今回も小池さんには入れないんですか？入れないです。女性だからという理由で投票した人も反省してほしいです。じゃあ誰に入れます？当選しない人。当選しない人に入れてどうするんですか？クイズじゃないんだから意味はありますよ。そもそも私が投票する人は基本的に当選しないです。ジンクスですか？当選しそうな人には入れないから。自民党推薦とか公明党推薦とか？絶対に入れないです。入れたことがない。自民党嫌いですか？嫌いじゃないけど投票しない。父親も入れたことないと思います。自民嫌いでしたっけ？地元は自民が強いみたいなんですけど、保守的だから嫌いらしいです。あれ？でもお父さんって、非自民保守ですね。産経と読売読んでるし。そういう人もいるんですね。実家で産経と読売両方読むと気持ち悪くなる。あれよく読むよね。私は新聞はちょっと。どうせなら共産党の小池晃も出馬して小池票のおこぼれもらえばいいのに。急にお笑い路線ですね。ほら、お年寄りとか小池さんって書いて投票しそうだから。それでその隙を狙って山本太郎とか当選しますか？あれも北と同じで目立たないといけないから出るだけ。マック赤坂さんもう出ないですかね？もう終わろう。めちゃくちゃすぎる。